今日は国際商東館の金沢信明館長に大学空手部時代の話を聞いてみましょう。館長、どんな練習が一番きつかったですか5本組手が一番厳しかったですね。結構ガチですよね。というかもう本当に攻撃者もほら相手を倒すつもりで聞きますもんね、きっとね。今日ついてくるじゃないですか。だから1、2、3っていうリズムじゃないじゃないですか。もう今日ついたらもう、連続でパパって来たりとかして、で受け側が先に攻撃よりも下がったらやっぱり戻るじゃないですか。戻る時もこう来るからですね、気が抜けないんですよ。で相手はずーっとこうやって待ってるわけですね。そうですそうです。でこう先に下がっちゃって戻んなきゃと思って戻るのにでも気が抜けない。でもね、気を抜いちゃいけないんですよ。なるほど、そうですね。でもそういう稽古をしてきたから今の自分があるのかな。うわすごい。でやっぱりその試合が近づくようになると自由組手みたいなその学内と部内で選考会みたいなのをやったりするんですか。自由組手とかもちろん試合組手、その自由組手でもですね、時にはその稽古始まるじゃないですか。もうじゃあ目慣らしっていう感じで軽く始めるんですけど、だんだん体が温まってくるとね、皆さん力が入ってくるし、あの自由組手でも本当に勉強になりましたね。やっぱ試合組手と違ってね、このある程度の間合いからやるだけじゃないじゃないですか。もう初めやめが変わりはないです。誰か心配がいるわけじゃないから。そうなんですよ。うわだからね、こう接近戦になった時とか、こうね、ちょっと試合じゃ使わないような、あいつ負けないための首を掴まれて首であとは倒されて馬乗りになってとか、そういった状況もねありますから、そこからどう自分でね、そうされないためにとか、そこからじゃあ自分でどうするのかっていうのを本当に考えさせられた。この話初耳ですよね。初耳のことが多かったです。でも今のその館長の指導とか動き見てても手を抜くみたいなことが指導員稽古とかしてても全くなくて、やっぱその大学から始めたっていう、みんなに追いつかなきゃっていうその時の稽古がもう身についているんだなとも思いますし、あとバスケを昔からやってて、あとそういった自由組手、やめがかかんない中でやってたので、すごいなんか技のバラエティが多い、なんか豊富なんですよ。そのいわゆる試合のなんかポイントを取るためのじゃなくて、なくてってことですよね。そうですね。結局試合になるとやめがあるじゃないですか。でそこで流れが切れるでしょ。でも自由組手っていつ終わるんだろう。だから流れをつかまないと居ついちゃうんで、そこでやっぱ倒されたりとかやられちゃったりとかしますから、だからそういった流れを作るのもやっぱ自由組手で習いましたね。こんなのとかもそうですね、当然っていうことですよね。近ければ近いなりの技を出して、でも消灯感ってね、遠い間合いから直線的っていうイメージが強い。でもそればっかりじゃないですよね。そればっかりじゃないですよ。もつれちゃったりとか、そうです。掴まれちゃうとか、掴んじゃったりもするんですよね、きっと。そうですね。当然そういうことなんですよね。掴むなとかそこでやめて離れてじゃないですもんね。そうですね。うわでもそういったのを自由組手で習ってですね。こういう時に鉛筆使うんだとか、油漬けを使うんだとか、これだ。そうですそうです。膝蹴りを使うんだとか、頭掴んで、そうです。肩であるじゃないかみたいな感じですよね。引っ張られてこうやって。うわなるほど、すごい。でも本当に大学で習った稽古がこうやってね、生きてきてるっていう。でもその時怪我とかは当然怪我して当たり前みたいな世界だったんですかね。そう大きな怪我はしなくて、折れたりとかちょっとここを折ったぐらいの。やっぱりそのぐらいあるんですね。もう折った時もね、もう痛みに慣れてるというか、こんなのもう2日3日経てば治るだろうと思って、でも結局10日ぐらいしてからあまりにもなんか寝てても痛くて寝れなかったので病院行った
分かんなかったですね自分では。治るだろうと思ってたからですね。でまあ折れてて、うわあの時はもう病院の方3人ぐらいで自分を抑えられて、まあ要は骨がずれてるんでそれを修正して、そんなこともありましたし、まあでもしょっちゅう口のねこれは切れてましたね。歯とかはよくね、昔の選手ってそうがなかったりして、でいや差し歯入れたらまたやれちゃったよなんて話よく聞いたんですけどだから本当に口なんかもよく切れますよ。もうだからたらこ唇っていうんですか。うわー、本当にもう出てる。あ、そうか、当時マウスピースなんていうそんなのは稽古の時しなかったですからね。特にそうですね。そうか、検査もなし。ないです。うわー、これですよ。怖っ。だから余計その防衛本能っていうの。怖いし、その体も自然に反応しちゃって、でも反応したからバコーンっていっちゃったりするんですよね、きっと。まあでもね、やられたらやられたで反省してね、やってますが。でもそのメンバーの中では野巻先生は結構やっぱり大柄な方だったんですか？いやでも大学の先輩も結構大きい方いらっしゃいまして、がたいのいい方もいらっしゃいます。当時こういうボディービルじゃないけどそういうベンチやってこう体を作るなんていう稽古法はやられてたんですか？いややってないですね。やってる人もいたんですかね。どうなんだろう。そう先輩もやってる人もいましたね。でちょっとそれに参加させてもらって一緒にやったりとか、まあ腕立てとかね、腹筋とかっていうのはもうスクワットもそうですけど、それはもうまあ普通の稽古でもやってましたし、自分なりにまあやってましたね。とにかくみんなに追い越そうと思って、もうでも稽古しかないじゃないですか。もうそれだけはもう。じゃあもうそれこそなんか寝る時とかももう明日どうやってやろうかなとか、あとなんかやっぱ結構負けず嫌いだったりします。そうみんなそうでしょ。みんなそうでしょ。私だけじゃないと思うけど、やっぱり強くなりたいっていうのもね、皆さん夢も持ってる人もいますし、勝ちたいっていうのもね、目標っていうか目標にしてる人もいると思いますので。じゃあバーンってやられてたらこにされちゃったら、いやチックしました明日このやり返してやろうとやり返してやろうと思わないですね。でもちらっとやっぱりありますね。それ今館長としては言っちゃいけないでも本当夜なんかね目閉じる、でも空手のことを思うと寝れないんですよ今度。うわでそれで、ずっと考えたりとかして、で当時ちょっと大学2年の時から一人暮らし始めました。まあ風呂なしのアパートだったんですけど、でそこでやっぱちょっとこう稽古のことを思い出してちょっとやるじゃないですか。で結構下が大家さんだったんでどんどんうるさいとなるほど、結構注意されまして、そういったこともね、まあ、今としては思い出の一つですよね。型稽古っていうのは今組手の話をずっとねしていただいたんですけど、型稽古っていうのはどういうふうな感じで行われてたんでしょう、その大学時代は。まあ、大学ではやっぱ型がうまい、ね、専門の先輩たちも、同級生もいましたから、まあ、それに混じって。型の選手組手の選手みたいなやっぱり分かれたような感じだったんですか？いや結構一緒にやってましたね。そうなんですか。まあでも試合の近くの大会になるとまあちょっとね、みんなの前で型の選手は披露したり。でも自分たちも型は、習ってました。